こんにちは、アンゴロです。今回の話題はこれです。ドーン。レバノンでビットコインが今年18倍に爆上げして最高値を更新。何が起きたのか、日本でも爆上げする可能性は。チャートだ。これはドル建てビットコインの終値の冷やしチャートです。コロナの底は2020年3月につけた5028ドル。最高値は2021年11月につけた67,525ドル。アメリカの量的緩和縮小決定を境に長くて強い下降トレンドに入り、2022年に2万ドルを割りました。今年2023年1月1日は16,616ドル。年初から上昇基調が続き、4月に3万ドルまで上がりました。よって今年のドル建てビットコインは年初価格から現在まで 1.8 倍になりました。最高値からはマイナス 54.9% で、まだ最高値は更新していません。4月24日の現在価格は 27,000 ドルです。次に、レバノンのビットコインはこうなりました。ドーン！爆上げ！これはレバノンの法定通貨のレバノンポンド建てビットコインのチャートです。2021年11月の高値は1億167万ポンド。2023年1月1日は2501万ポンド。2月1日に10倍以上に爆上げし、4月14日に最高値4億5700万ポンドをつけました。年初価格から 18.2 倍。このように、レバノンポンド建てのビットコインは、今年だけで18倍という度肝を抜く爆上げをして最高値を更新しました。いきなり10倍になった理由は、公定為替レートの切り下げです。公定為替レートは、国が定める為替の価格のことです。例えば、1ドルイコール1500レバノンポンドみたいに、市場の需要と供給に関係なく、為替の価格が一定になるよう中央銀行がコントロールします。具体的には、レバノンポンドが売られたら中央銀行が買い支え、逆にレバノンポンドが買われたら中央銀行はレバノンポンドを売ることで価格が変動しないようにします。公定為替レートのメリットは、輸出も輸入も価格変動による損益が発生しないので、利益が安定しやすくなることです。一方、デメリットは自由な金融政策ができなくなることです。例えば、仮に1ドル100円に固定したとして、その後アメリカは金利を上げ、日本は景気価格のために金利を下げたらどうなるか。そうです。金利の高い方の通貨で運用する需要が高まることで、日本円の売り圧が高まります。そこで中央銀行は固定価格を維持するために、外貨準備のドルを使って日本円を買い支えますが、準備金のドルは無限ではないので、金利を下げて日本円の売り圧を強いままにすると、いずれドルが枯渇してしまいます。このように、為替を固定すると自由な金融政策ができなくなります。その他のデメリットは、固定価格と適正価格の乖離が大きくなると外貨準備高に影響が出ることです。世界各国の法定通貨の力関係は変化するので、それに合わせて適正価格も変化します。例えば、1ドル100円に固定した後、ドルが超強くなって適正価格が1ドル1000円になったとしても、それでも中央銀行は1ドルを100円で売らなければならず、外貨準備が減ってドル不足に陥る可能性が出てきます。以上のように公定為替レートにはメリット・デメリットがあります。そしてレバノンは公定為替レートを採用している国で、25年間1ドルイコール1500レバノンポンドで固定してきましたが、今年2023年2月1日に1ドルイコール15,000レバノンポンドに切り下げました。つまり、為替レートの観点で通貨の価値がマイナス 90% になったということです。ビットコインの価格は為替レートをもとに全ての法定通貨建てのビットコインが同じ価値になるように価格が変動するので、レバノンポンドの公定為替レートが10分の1になったことで、相対的にレバノンポンド建てのビットコインの価格が10倍になったということです。ここまでいくと、
単に中央銀行が公定為替レートの切り下げをしてビットコインの価格が上がっただけという結論になりそうですが、レバノンには公定為替レートの他に闇市場の実勢レートがあるので、実勢レートのレバノン建てビットコインを確認します。実勢レートは実際に市場で取引されている価格のことで、通貨の適正な対外価値、つまり適正価格です。チャート。これはレバノンポンド建てドルの実勢レートのチャートです。左端から2019年1月は1ドル1515レバノンポンド。2020年1月は1ドル2125レバノンポンド。2021年1月は1ドル8425レバノンポンド。レバノンポンド安の勢いが出てきました。2022年1月は1ドル27,650レバノンポンド。2023年1月は1ドル42,400レバノンポンド。そして2023年3月に最高値の1ドル14万1000レバノンポンドをつけました。つまり、レバノンポンドは2019年から4年間でマイナス 98.9% の暴落をしました。これほど暴落した主な原因はデフォルトです。レバノン政府はドル建ての国債を発行して経済を立て直そうと頑張っていましたが、2020年に危機的なドル不足に陥ったため、国債の返金を保留したことでレバノン発のデフォルトが確定し、レバノンポンド安が加速しました。チャート。これはレバノンのインフレ率です。インフレ率は物価が1年間で全体的に何%上がったのかを表した数値です。インフレ率の高さは経済発展の観点から 2% 前後が望ましいことが過去の経験から分かっています。レバノンのインフレ率は2010年に 11% をつけた後は 10% 以上になることはなく、低くはないものの2020年までは比較的安定していました。しかし、2020年のデフォルトが確定した後、ものすごい勢いでインフレ率が上がっていき、2020年7月に 100% を超えた後は一度も 100% を割らずに、2022年1月に過去最高の 239.6% を記録しました。その後は低下しましたが、100% を割ることはなく、2023年2月は 189% です。このように、レバノンはデフォルトしてから深刻な経済危機に直面していて、レバノンポンドの 99% の暴落によって物価が高騰し、国民の貯金はほぼ無価値になり、国民の8割が貧困という状況に陥っています。レバノン政府は経済危機を乗り越えるために国際通貨基金の IMF から金融支援を受けることにしましたが、支援を受けるために IMF に提示された条件、例えば統一レートの採用などの金融改革を現在もクリアできずにいるため、IMF はレバノン政府が非常に危険な状態だと警告を出しています。国民は2020年から続いている銀行の出金制限に怒り、デモ隊が銀行に襲撃して、物を破壊したり火をつけたりする騒ぎになっています。そして実レートのレバノンポンドとビットコインはこうなりました。ドン！爆上げ！公定レートほどではないですが、実勢レートのレバノンポンドとビットコインも今年爆上げして最高値を更新しました。年初価格は7億787万レバノンポンド。最高値は3月21日につけた39億6287レバノンポンド。年初価格から 5.5 倍です。次に、日本円建てビットコインがレバノンポンドと同じような爆上げをする可能性について、日本政府は自国通貨建ての国債を発行しているのでデフォルトすることはなく、経済成長率が低下しているものの、まだ世界3位の経済大国なので、レバノンのようなデフォルトをしてインフレ率が 100% 超の経済危機に陥る可能性は低いです。しかし、日本は国債の半分以上を日銀が保有していて、金利を少し上げるだけで巨大な債務超過に陥り、それが世界からの日銀の信用に影響を及ぼす可能性があるため、金利を上げることができない状況です。そのため、アメリカが今後も金利を下げずにいると、円安の流れは解消されずにコストプッシュインフレから日本の物価高騰が続き、ドル建てビットコインよりも先に円建てビットコインが最高値を更新することは十分あります。世界インフレの波が円建てビットコインに与える影響は今後も要チェックします。以上、レバノンでビットコインが今年18倍に爆上げして最高値を更新。
何が起きたのか、日本でも爆上げする可能性はでしゃ。この動画が参考になったらグッドボタンします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。爆上げしそうな草コインを探すならサブチャンネルをご覧ください。Twitter では暗号資産の速報をしているのでご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。